のじゃ、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。新子っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。新子。っていうことでね、ちっちゃい魚買ってきました。なんと、これだけでお値段5000円でございます。びっくりでしょ。で、この魚は、新子っていう名前が正式名称ではございません。これ正式名称が、この城の稚魚です。寿司屋で言うと、小肌ってあるじゃないですか。その小肌のさらにちっちゃいものが、こちらの新子になります。で、この新子がまとまって取れる時期が、だいたい7月から8月っていう、ほんと期間が短いんですね。で、これお寿司屋さんで、握りで食べると、1貫うん千円します。この新子を開いて、4枚ぐらい重ねて握る握りね。味ももちろん美味しいんでしょうけど、お恥ずかしながら一度も食べたことありませんので、今日はこちらの新子を使って、握りを自分で作っていきたいと思います。自分で作れば、ちょっとは安く食べれるなと思いまして、たくさん買ってきました。そしたらまず開かないとダメなんですね。鱗、頭、内臓を取って開いていきます。これかなり細かい作業になります。で、まずやり方は、鱗を軽く取ります。あんまり強くやるとギンギンが剥がれちゃいますんでね。そしたら頭を外して内臓を取ります。ここにヒレがあるんでヒレを取ります。細かい作業だな。ちょっとこれ白いまな板だとザラザラがあるんで、こうギンギンが剥がれやすいですね。なんで木のまな板でやります。そうしたら、難しいぞこれ。こう入れて、ちょっとブサイクだけど、こんな感じ。やってるうちに慣れてくると思うんで、どんどんやっていきます。鱗を外すと。頭、背びれ、お腹。うわ、これは手間かかるわ。何これ。こんな感じ。ちょっとまず一旦全部この状態にします。座ってやんないと腰が痛くなっちゃう。まだまだかかりそうなんで、全部頭取れたところまでカット。ピッピッ。はい、そうしましたらこのように全部頭と内臓取れました。そしたらいよいよ開いていきます。で、お皿にこういう風に氷を入れて、で、巻きすを乗せます。この上にこういう風に置いていきます。そうしないと抜くたくなっちゃうんで、今日の動画はね、地味です。あ、これめっちゃ上手にできた。これ腹骨なんですけど、結構強い腹骨が入ってますね。これは取らなきゃダメだ。で、このね、新子っていう魚、昔はたくさん取れてね、専門で狙う漁師さんもいたらしいんですよ。刺し網でね。すごいよ。多い時だとね、1日100万円分とか、水揚げがあったらしい。すごいよね、こんなちっちゃい魚で。で、年々取れなくなってきて、だんだん取る漁師さんも少なくなってきたんですって。だからまたその価格が高騰して、こんな高いんですって。昔はもちろん高かったんですけどね。じゃあこんな感じでどんどん開いていきます。はい、ではこのように開き終わりました。いや、時間かかった。そしたらこちらを一度塩で締めていきます。水に氷を入れて、で、そこにお塩を入れていきます。海水ぐらいの食塩水を作っていきます。そしたらそこに開いた新子を加えていきます。これで10分ほど塩で締めていきます。はい。では10分経過しました。いい感じに表面がヌルヌルして塩が回りました。そしたら一度ザルに開けて、ここに並べていきます。はい。このように綺麗に並べれました。そしたらいよいよ酢につけていきます。酢に一晩昆布を漬け込んでおきました。そこに先ほど並べた新子をゆっくりと入れていきます。
そしたらこれを冷蔵庫で10分ほど寝かします。はい。では10分経過しました。さあ、どうだ？いい感じに締まってますね。そしたら酢から出して、で、表面についた酢も拭き取ります。締まりすぎちゃうんでね。はい。これで、新子の酢漬けの完成ですね。そうしたら、次はシャリを作っていきます。温めたご飯に赤酢を使っていきたいと思います。ちょっと砂糖も加えてみようかな。少しだけ。甘めの赤酢。美味しい。シャリにかけて、なじませていきます。本当はもっと濃い赤酢が欲しかったんですけど、どこにも売ってないんですよね。で、お寿司屋さんに聞いたら赤酢って作るのがすごく大変で、今すごい寿司ブームじゃないですか。なんで寿司屋さんの取り合いなんですって。で、だからなかなか手に入んないみたい。お酢と水を混ぜたもの。よし、そしたら握っていきます。僕握りほんと素人なんで、多めに見てくださいね。まずね、どうやってやるんだっけな。手のひらで、新子を並べるんですよね。こういう風に6枚ぐらい並べたら、で、わさびをちょこっと乗せて、シャリを置きます。で、これで握っていくと。こうして、こうして。難しいな。はい、こんな感じですね。うまそう。これを3貫ぐらい作ろうかな。こんな感じ？優しく握っていきます。あんまり強く握っちゃうとダメなんでね。優しく優しく。よいしょ。形を揃えながら握る。はい、3貫握れました。そこにガリを乗せたら、完成！はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。初めての新子の握り。意外に上手にできたんじゃないでしょうか。じゃあ、早速いただきます。まずは醤油も何もつけずそのままでいただきます。なるほどね。これは美味しい。この新子は身が柔らかくて、一枚一枚がちっちゃいじゃないですか。だから口の中でシャリ一粒一粒と絡まるんですよね。小肌とかって若干骨が気になる場合があるんですけど、こんだけちっちゃいんで、骨全く気になりません。その小肌の爽やかな風味と旨味、しっかり受け継いでます。これが新子のお寿司か。じゃあ次はお醤油つけていただきます。いただきます。うわ。これはごちそうだわ。ど素人の僕が仕込んで握ってもこんだけ美味しいってことは、本当にプロの方が握ったらとんでもなく美味しくなるんだろうなと思います。もうペロリと食べれちゃいますね。はい、ということで今日はこちらの新子のお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！ゲーのやつ。よいしょ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。美味しいものは手間がかかる。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は小肌の子供新子、自分で仕込んでお寿司にして食べてみましたけども、大成功でした。初めて食べたけど美味しかったな。小肌ってほんとお寿司屋さんによって味がすごく変わってくるんですね。その目利きして仕入れて、でそこからまた丁寧に仕込み、どういう酢飯と合わせるのかとかでもうすごく味が変わる魚なんですね。だからお寿司屋さんの力量が出るネタって言われてるんですよ。まだちょっと残ってますんで、あれも後で握って食べたり、生姜醤油とかでお刺身で食べても絶対美味しいなと思いました。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。